なんかこの現状に対する不満とか願望に対して自ら行動を起こす選択肢があるにもかかわらずみたいな、ちょっとどうでもいいですね、今のところ。なんかやってるけど全く何も入ってこないってことなんですよね。だからすごい冷たい言い方をするとそうなので、もうちょっと潔く構成やめたらと思って、最初から最後までユニゾン、つまりユニゾンっておかしいけど、その振り付けだけ、1分ぐらいで完了するものを1個究極のを作っても何遍も練習して、細かい部分というよりかは広い目でこんな感じで見て言ってくれるから、作ってるとこうなるじゃないですか。だからここの部分に気づかせてくれるみたいな正直あの時は構成までね、頭に回らなくて、みんなでも水の動き、水っていいねってなって、じゃあ水で踊りたいねって想像は膨らんでたけど、構成とかも考えるとあーってなっちゃって自分たちもちょっと迷走っていうか、どれがいいか分かんなくて、だからなんかちょっと安心はしたかもあ、それでもいいんだっていう、なんか本当大学でもちゃんと構成もやって意味も伝えなきゃいけないって勝手に思ってたので、今回は動きだけに集中できるんだって思って、ちょっと頑張れるなって思いました先生店が終わり、これから作品をどう進めていくかについての話し合いが行われていた。究極の振りを考え出すのも結構さ、結構練んなきゃいけないと思うから、なんか7分とかやるまでいかない気がする。さ、この3、4日でさ、そこまでのものができるとは思ってないんじゃない？その振りを作るとしても。だから大学までやって変え続けたりして間に合うかなぐらいに思ってるんじゃない？だからなんか元子先生にせでベストは尽くすべきだけど、その元子先生が言う究極のみたいなのにはいけない。それこそ3、4日じゃどう頑張っても無理だ。なんかさ、そうだと思ってるんだけど、なんだろう、今さ全部元子先生あんじゃん。あれそう、1聞いて1回しちゃダメってこと？そう1回して3ぐらい返したい。自分たちの独自な部分がないとなと思ったら、なんか1分間を3回繰り返すのをただ見せても言いましたもんね、それみたいな。なんだろう、アイデアを出しては試し議論する。話し合いは深夜まで続いた。今日はとりあえず、水について皆さんにも、考えていただきたいですっていう、で具体的に今日は3つ水のことについて分けようと思いますので、その3つのことを話して、今から10分間でその3つについて個人個人でその神戸に向けての大学っていう形にすることになったというか、するということにもう潔く決めて、でちょっともう振りというか動き方の方に、フォーカスを当てて、その水の独特というか水の動き方を習得するということをこのダンスエクスプレスでやろうということになりまして、今日はその水って何なんだって感じだと思うんですけど、それをちょっと3つの体を水で表すっていう上でちょっと3つのカテゴリーにしてきたので、それをちょっと今日は即興的な感じでどういう感じのものが出るのかっていうのを自分の体の中の感覚とか見た人の感覚をすり合わせながらやっていきたいなと思います。与えられたイメージをまず自分の体で表現し、そこで感じたことを書き留める。時には他の人の動きから着想を得ることもある。新しい表現は頭で考えるのと、実際に自分で体を動かすことが合わさって初めて生まれるのだ。
ちょっとフィードバックしながらやろうと思ったんですけど、ちょっと一気にやっちゃったので、一個一個ちょっとなんか見てた人とやってた人の感想を合わせながらやっていきたいと思います。液体の水の中にいるみたいな感じでやったんだけど、本当指の間とか耳の裏とか肩甲骨の間とか全部水が体を撫でてるみたいな。同じ川を流れてるとしてもその時流れてる水は絶対同じじゃないはずだし、液体の水の一部でありながらなんか全体の一部みたいな。これ決めたやん。そうだからさ、それをさ、なんていうの、具体的にでもさ、動き今日やってもらったからさ、リアルにそれを入れていく形でもいいんじゃない？そういう感じでもいいと思う。新さんは練習で出たアイデアをより深めていくことに決まった。公演当日が迫る中、それぞれの作品が本番に向けて作られていく。一番言いたいことですよね。いや違う、なんか普通に表したいこの作品翔也がやりたいっていうこの挟むで、なんか今のだとなんかそのどっちもいいですみたいなそう感じじゃん。そうなるとちょっと難しいんだよね。本当に思いとかない。でも最終的に出てこなかった時はこれでいくしかなくないですか？出てこないっていうか、本当にやりたいことさ、それは言わないとさ、出てこないとかないから。そうなんです。だから出てこなかったら翔也はそれは、だから自分たちが僕が出てこなかったら翔也はそれをやりたくないのかなと思ってたんですよ。だからそういうイメージがないのかなって、イメージがないんだったら今まで通りのやつ。一番感じたのはリハーサル前とかですね。でやっぱ楽しみっていう気持ちが最初は大きくて、でもそうですね、徐々に期日とかなんか期待されるものをやんないといけないみたいな責任感みたいなのがどんどん来て、不安が来た感じですね。でも本番もそうなることあるじゃない。その時のあれを考えとかないと、あれも笑ってる場合じゃないですね。どうするか次の手打たないと。で、斜めあるじゃん。あの斜めもうちょっと深くなる。その人の動きを決定させるものの根本が今ないのにやってるから、なんでそこをちょっと詰めていきたい。なんかもうなんか最初はあったんですけど、なんか意見とかアドバイスをもらうにつれて、なんかそっちの方がいいんじゃないかなってどんどん思ってきちゃって、それなんかあれだよね、もう捨て子だよ。いや自分で見ました。だけどあの人が育てた方がいいんじゃないかと思ってみたいな。それダメ、そういうことしちゃダメ。どんなにもなんていうかシンプルっていうかね、施設であってもテクニカルじゃなかったとしても、技術があんまり入ってなかったとしてもいいから、やっぱりちゃんとしないと、ちゃんと言わないと。ごまかすことは一回でもできるわけ、この人たちは。変な話、あなたも含めて。でもそれは踊りではない。何度も言うけど、そういうの出しちゃダメ。だからもう
なんかもうなんか自分の作品なんだからみたいになった時になんかもういいんだと思って自分の作品だからなんかたとえなんか先輩たちほどいい作品じゃなかったとしてもまあ作ったことに意味があるのかなみたいなって思ってあんまりなってなかったですね。時間との戦いみたいなのも結構あって、でもなんでリハが終わってからガラッて変わったかというと、先輩にやっぱアドバイスをもらったねっていうのがでかくて、やっぱりなんか一番は構成にする仕方、構成とか振り付けの仕方がわからないみたいな悩みが多分一番大きくて、本番前のその2人で話した時に、例えばこういう調和とかのワードが出た時にこういうのに言葉に移し替えるねみたいな、なんかそしたら翔也が「ああ」みたいな、急になんか謎が解けたみたいな感じで、なんかどんどん翔也自身が楽しくなっていったみたいな。最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。伝えたいです。逃げることは悪いことではない。